漫画がここで終わっていいわけない。どうも、漫画オタクのはやんです。今回は僕が今本気でもっとたくさんの人に読んでほしいと思っている漫画を紹介します。めちゃくちゃ面白いのにあんまり広まってないのがほんまにもったいないんで、この動画で本気で魅力を語っていこうかなと思います。でその漫画がこちらです。吸血白書です。今回はこの漫画の魅力を本気で語っていこうと思います。動画見終わる頃には読みたくなってると思うんで、ぜひ最後まで見ていってください。まずは簡単なあらすじから紹介していきます。主人公は人間界へ逆異世界転生してきた吸血鬼の高校生アルト・カード。人間界で高校生活を送りながら多様性社会にすっかり溶け込んでいる2人ですが、2人には吸血鬼ならではの悩みがたくさんあります。そんな2人と個性豊かな仲間たちが繰り広げるドタバタ学園コメディです。ということで、ここからはこの漫画の魅力を本気で語っていきます。まず一つ目の魅力は圧倒的に美しい作画です。正直この漫画は表紙を見た瞬間手に取りました。まず目を奪われるのがキャラクターのビジュアルです。もうとにかく顔がいい。主人公のアルト・カードがもう男の僕でも見とれてしまうぐらい魅力的なんですよ。特にこっちの黒髪のカードは僕と髪型が同じってこともあってめちゃくちゃ推してます。いろいろな漫画でボブの男性キャラは登場するんですけど、僕が今一番理想のビジュアルはカードですね。でもこの作品の作画の魅力はただかっこいいというだけじゃないです。キャラクターの表情、光の表現、背景の装飾までほんまに細かく作り込まれてます。1枚のイラストが綺麗っていうよりもうページ全体がもう作品として完成されてます。しかもそれがずっと続くんですよ。もうページをめくるたびに感動します。キャラクターたちがほんまに生き生きしてて、読んでるだけで物語の世界に引き込まれていきます。もうこの漫画は読んだら最初の数ページで心つかまれると思います。でもこんなに短美で美しい世界観やのに、この後紹介する魅力とのギャップがほんまにすごいんですよ。ということで続いて2つ目の魅力はコメディとしての面白さです。この作品のもう一つの大きな魅力はコメディです。僕最初この漫画本屋さんで見かけたんですけど、その時少女漫画コーナーにあったし、表紙もこの通りめっちゃおしゃれなんで恋愛メインの漫画かなと思って読み始めたんですよ。でも実際に読んでみるとその印象をいい意味で完全に裏切られました。とにかくめちゃくちゃ笑えます。恋愛がメインでところどころギャグが入ってくるっていうわけじゃなくて、もうジャンルそのものが学園コメディなんですよ。しかもそのコメディのノリがほんまに僕の好みドンピシャでした。次々と展開が変わっていくんで、もう読んでて全然飽きないんですよ。もうテンポがいいからもう気づいたらどんどんページめくっちゃってるんですよね。それと主人公のアルト・カードだけじゃなくて、先生とかクラスメートとかもう登場人物みんな個性的で、誰かが登場するたびに新しい笑いが生まれるんですよ。その賑やかな空気感がほんまに最高。個人的にはスケットダンスとかサイキック層の災難を読んでた時のような楽しさを感じました。次々と展開が変わって個性豊かなキャラクターたちが物語をどんどん盛り上げていく。一切無駄がなくてテンポが良くて、もう最初から最後までずっと面白いです。他にもこのページみたいに吸血鬼なのに輸血パックから吸血してるシーンとかあるんですよ。勢いで笑わせてくれる展開もあれば、シュールでクスって笑ってしまう展開とかもあります。この読んでいて全く飽きない展開が僕の大好きな平成の学園コメディを思い出させてくれましたね。でもキャラクターたちはしっかりと現代を生きている感じがするんですよ。ほんまに平成と令和のいいとこ取り。超絶美麗な作画に目を奪われて、次の瞬間にはテンポのいい笑いに心をつかまれる。このギャップこそ僕が吸血白書にハマった一番大きな理由です。続いて3つ目の魅力は主人公のアルト・カードのキャラクターがめちゃくちゃいいところです。最初に言った通り、この2人外見はもう完璧なくらい美しいんですよ。でも中身も同じくらい魅力的です。僕が一番好きなのはこの2人の掛け合いですね。会話のテンポがほんまに気持ちいい。どちらか1人だけでもキャラは立ってるんですけど、2人が並ぶことでそれぞれの魅力が何倍にもなってます。この2人が話してるだけでもうほんまに面白い。しかもただ面白いだけじゃないんですよね。もう掛け合いを見ているうちにもうこの2人のことがもうほんまにどんどん好きになっていくんですよ。だから読み進めるほどもっとこの2人を見ていたいって思うようになってました。最初はビジュアルに惹かれて読み始めたんですけど、読み終わる頃にはこの2人の中身が大好きになってましたね。ということで魅力を語ってきたんですけど、どうですか？もう読まない理由ないでしょ。
たくさん魅力語ったんで、この漫画の面白さは伝わったと思うんですけど、それともう一つこの作品を応援したくなった理由があるんで、少し話そうかなと思います。それが作者の二礼舞子先生です。もうほんまに二礼先生が素敵な方なんですよ。先生の X を見てると、吸血白書を読んだ人の感想だったり、単行本を買った人の投稿だったり、ほんまにいろんな読者の声に反応されてるんですよ。漫画を描くだけでも絶対に忙しいはずやのに、読者の声をちゃんと見て大切にされているのが伝わってきます。僕自身今回の動画を制作するにあたって先生とも直接やり取りさせていただいたんですけど、もうほんまに丁寧に対応していただきました。作品が好きなのはもちろんなんですけど、こういう人柄を知ると作品だけじゃなくて作家ごと応援したくなります。で、そんな吸血白書なんですけど、どうやら今後の単行本の売れ行き次第では打ち切りになる可能性があるらしいんですよ。ほんまにこの漫画が終わるのはもったいなさすぎる。だからこそもっと多くの人にこの漫画を知ってほしいと思ってるんですよ。ここからは一漫画ファンとしての独り言やと思って聞いてほしいんですけど、今って漫画アプリをはじめ昔より漫画を読める場所がめちゃくちゃ増えたと思うんですよ。それだけたくさんの作品が世に出て漫画家を目指してきた人たちにチャンスが回ってくる。これは漫画ファンとしてめちゃくちゃいいことやと思ってます。でも新しい漫画がどんどん出てくるってことは、その分終わっていく漫画もたくさんあるっていうことなんですよ。売れる作品は残って結果が出なければ終わる。ビジネスとしては当たり前のことやと思います。でも一漫画ファンとしてはやっぱ寂しいところがあるんですよね。もちろん作品そのものの面白さが一番大事だと思うんですけど、最近って SNS でバズったりテレビで紹介されたり、何か一つのきっかけで一気に名前が広がることって結構あると思うんですよ。逆に言えばまだその見つけてもらうきっかけに出会えてない漫画もたくさんあると思います。だからこそ1巻とか2巻とか早い段階で打ち切られてしまった作品を見ると、もう少し続いてたらもっと多くの人に見つけてもらえたんじゃないかなって思うこともよくあります。実際早い段階で終わらなければその後もっと伸びてたんじゃないかなって思う漫画もたくさんあります。もちろん僕に出版業界のことはわからないんで、これはあくまで一人の漫画ファンとして思っていることです。だからこそ僕は吸血白書が広まるきっかけに出会えずに終わってしまうことがほんまにもったいないと思ってます。もうほんまに毎日のように新しい漫画読んでるんですけど、その中でも特に面白いと思った漫画なんで、あとは広まるきっかけだけだと僕は思ってます。僕ができることはこういう面白い漫画を皆さんに紹介することだと思ってるんで、あとは皆さんがぜひ一度手に取って読んでみてください。動画の説明欄に試し読みできるリンクも貼っておくんで、ぜひそこから読んでみてください。で、もしちょっとでも面白いなと思ったらもう単行本も買ってみてください。この動画が吸血白書を知らなかった人がこの作品を手に取る一つのきっかけになってくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。この作品が少しでも多くの人に届いて、この先もアルとカールたちの物語を読めることを一漫画ファンとして願ってます。ということで、この動画が参考になった、面白かったっていう人はチャンネル登録、高評価、ハイプよろしくお願いします。何回も言うんですけど、めちゃくちゃおすすめの作品なんでぜひ読んでみてください。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。